はい、こんにちは、こんばんは、はるです。あきです。ということで、今回なんですけど、動画を上げてなかったんですけど、キャラバンを修理に出してます。で、修理箇所が外側のボディの板金です。板金の修理を出してるんですけども、過去に2回ぶつけられたのと、事故と過去に2回傷ついてしまって、でまとめて修理を出して、今日治ったということで、今から取りに行きます。1ヶ月ぐらいかかりました。で、宝塗料で手塗りしてるので、その手塗りまでやってもらってます。で、修理箇所が助手席側のドアのへこみの修理と、バックドアの傷へこみの修理です。で、バックドアはドアごと全交換になってます。で、助手席側の傷から見てほしいんですけど、こんな感じで、今画像出てると思うんですけど、キャンプ場で大きいコンテナの鍵がかかってなくて、夜中めっちゃ強風で、そのドアが開いて、何回も車にぶつかって、思いっきり広い範囲でへこんでました。この時は、車中泊劇場っていうイベントで動画も上げてるのでよかったら見てほしいんですけど、その時の夜、めっちゃ強風で風が強くて、で、夜アキさんと喋っても定期的に、ゴーっていう大きい音が鳴ってて、で、車も揺れてたんですけど、風が強すぎてて、全然気づかなくて、まさか自分の車がコンテナの扉に何回もぶつかられてたっていうのがわからなくて、朝起きたらこれぐらいの傷になってました。コンテナがこれです。この大きいコンテナの真ん中が開いて、ガンガン当たってたみたいです。まさか車に直接打ち付けてたとはね。ね。本当に。ただすごい激しい大きい音鳴ってたよね。衝撃もあったね。衝撃もあったね。牛が突進してると思ったね。そう。で、これも、キャンプ場の保険で直してもらえるので、よかったです。で、もう一つが、ショート動画だけ上げたんですけど、とあるスーパーで駐車場係の人で案内されて車を止めたら、高さ制限のような感じで、バックドアの上部が建物のちょっと出っ張ってるところに思いっきりぶつかって、で、これも修理となりました。で、こちらは警察の方に自己処理をしてもらったんですが、その時に、やっぱりそのスーパーの駐車場のタイヤ止めもちょっと効いてないし、高さ制限の張り紙とかもないし、っていうので、ちょっと対応が良くないですねっていう警察の方も言ってて、で、スーパーの方も、それを認めてくださって、早急に改善しますというふうに言っていただいて、で、車の方も保険が適用できるのでということで、こちらの方も保険で直しているという状況です。で、1ヶ月経って、今日修理が終わったということで、今からアキさんと一緒に車を受け取りに行きたいと思います。行ってきます。行ってきます。はい。一旦そちらの駐車場にあるので、はい。じゃあこっちに止めましょう。はい、到着したので、一旦お店の方に行ってみたいと思います。ちょっと手続きとかがあると思うので、行きます。すっごい楽しみ。ちょっと見ていいですか？ありがとうございます。おー、すごい綺麗。すごい綺麗。別物だね。別物だね。あ、そうなんですか。ですよね。すごい綺麗。ローラーで塗ったら、このちょっとゴツゴツした質感が出るんですよ。出るんですか？あ、そう。で、だからローラーで多分やってると思う。すごいね。頭に合わせてくれて、綺麗に仕上げてね。あとは助手席ですよね。あと上の傷もめっちゃ綺麗。綺麗ね。で、多分これ、ああ、そっか、内張り。ちょっとじゃあ助手席から見てみます。すごい綺麗。めっちゃ綺麗。おー、すごい。どこだここに、すごい綺麗になってるね。すごい。てか元がこれだからね。ぶつけられる前。綺麗。よかった。すごい。素晴らしい。で、手塗りにしては全体的にちゃんと濡れてますからね。で、ちょっとバックドア開けてみていい？はい。多分ここの板がない状態だと思うんですけど。すごい。ほら、外れたまま。
ただ見て、ここ。綺麗新品だね。からとっても綺麗。うん。新品になっちゃって。わあ、全部綺麗。ここもだから見らないで、わざと打ってなかった人たちもいるで、これもらってきたから、これで枠取って、新たな木を貼る。で、ここと上は木を買ってきて、DIY で取り付けて、ありがとうございます。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 ミスが多いんだ。はい、ということで、車内に来ました。こっから先はちょっと暑さに撮影してもらいながら、いろんなところ、正常に動くかチェックしたいと思います。秋さんお願いします。はい。じゃあ、電源を一つずつつけていきます。じゃあまず換気扇つけていきます。大丈夫ですね。じゃあ次 IH つけます。大丈夫ですね。はい、じゃあ次は冷蔵庫つけます。音が鳴るはずです。ついたね。しっかり。うん、ついてますね。コンプレッサーが動き出してます。OK。電子レンジつけます。つけますね。で、トイレお願いします。トイレも OK ですね。横の電源入ってます。じゃあ OK です。あとはアレクサの操作。アレクサ、扇風機をつけてください。はい。OK だね。で次は、このサイドカーテンをお願いします。アレクサ、サイドカーテンをつけて。はい。大丈夫だね。アレクサ、サイドカーテンをつけて。はい。OK ですね。あとはここの LED のライトですね。つきます？ついてますね。OK。で、ここがコンセントですね。ここの電源がつくところ。ついてますね。これはちょっと小型の空気清浄機みたいな。で、最後はここのタブレットに電源を入れてみます。電源というか充電がついたってことはもう充電始まってるっていうので正常です。じゃあ次にこちらのちょっと中にスポットクーラー入ってるんですけど、クーラーの電源入れていきたいと思います。OK。で、あとこっちから風が出て、コンプレッサーが動けば OK ですね。多分3分ぐらいかかるかもしれない。いいね。これ今日だよね。いい感じです。で、これでコンプレッサーが動いてれば OK だから。あと消費電力200超えてれば。今200ぐらい。じゃあ大丈夫です。エアコンも正常についてます。はい、ということで今日は修理を終わったキャラバンを引き取りに行って、中の動作チェックまで全て完了して、異常がないことまで確認できました。1ヶ月ぐらい修理に出してたので、ポタジェンとかもなんか空になった状態だったので不安だったんですけど、おそらく大丈夫かと思います。で、外装もとても綺麗になったので大満足です。はい。で、これバックドアなんですけど、そのバックドアを新品と交換したんですよ。なので、見てください、こことか。もうめっちゃ新品の真っ白で、もうめちゃくちゃ綺麗なんですけど、で、ここはもう大満足してます。めっちゃ綺麗ね、こっちも。で、新品で OK なんですけど、この内張りの板は保険適用外ということなので、次回の DIY ではここですね。板を作って貼るという作業をやっていきたいと思います。で、この奥の方もですね、1箇所板を貼らないといけない部分があって、ここと合わせて合計2箇所ですね、板を貼っていく作業をやりたいと思います。はい、ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。次の動画でちょっと後ろの板張りやっていきたいと思います。もしこの動画が良かったと思った方、ぜひいいね、チャンネル登録、あとコメントなどお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。